家庭菜園ライフ。目黒区で農園をやっている西川です。今日はトマトの実を赤くする方法についてご紹介したいと思います。トマトの実がつき始めて楽しみになっている頃だと思います。しかしなかなか赤くならないなと思って心配されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。今日は赤いトマトを収穫できるためのポイントをご紹介していきたいと思います。最後に質問にもご回答していきます。最後までご覧になってください。では行ってみましょう。現在のトマトの状況を見てみましょう。このように赤いトマトももうでき始めています。このトマトは珍しく一つの花房に一つの実しかついていません。非常に珍しい現象です。普通はこのように花房には10個とか12個とかの実がつくんですが、この部分には一つしかついていません。非常に珍しい現象です。このように上の方には通常の花房が育ってきています。でもこのトマトがなかなか赤くならないなと心配になっている方もいらっしゃるかもしれません。ではトマトが赤くなるのはどのぐらいの日数が必要かということについてご説明していきたいと思います。ではトマトが赤くなるというのはどのような考え方をすればいいのかご紹介したいと思います。積算温度という考え方があります。この積算温度というのはトマトが開花してその後毎日の平均温度を積算して足していきます。それが何度に達すれば収穫時期赤くなるかということです。トマトの場合開花後1100度から1200度ということですから、1日の平均温度が仮に25度だとすると約50日から60日ぐらいかかるというふうに考えていただいたらいいかもしれません。ミニトマトの場合はやや少なくて1000度から1100度ということですから40日から50日というふうに考えていただいたらいいと思います。すなわちトマトの花が咲いて実がついてからの毎日の平均温度を足してそれがある一定の温度に達したら収穫時期赤くなるということです。では皆さん今年の6月の天気をちょっと振り返ってみましょう。関東で考えますと6月の前半あまり暑い晴天の日はなかったように思います。例年ゴールデンウィークから梅雨前には最高温度が30度を超える日も多かったように思います。今年はそういった日もあまりなかったように思います。ですからトマトが赤く熟してくるのはこれからが本番になると思います。仮になかなか赤くならないなと思って心配されている方もいらっしゃるかもしれませんが、ご心配には及びません。温度が上がってくると自然に赤く熟してきてくれます。では日当たりの悪い畑もしくはベランダでやっている方、平均気温が上がらないのは日光が当たらないからだと思う方がいるかもしれません。しかしトマトは夏野菜の中ではそこまで光を必要とするものではありません。植物の光保証点と飽和点という考え方があります。光保証点というのは光合成が始まる光の強さ、飽和点というのはこれ以上光を強くしても光合成はそれ以上進まないというポイントの光の強さです。この考え方がありまして、トマトの場合光保証点は3000ルックスということですから昼間の影の光ぐらいです。それから飽和点、これ以上増やしても意味がないという点は7万ルックス、真昼の光ですけれども全くの直射ではない状況です。ですから木漏れ日の状態ぐらいの光です。その程度で十分だということです。それに対してスイカなどはもう少し光を多く必要とします。一番多く必要とするのはトウモロコシというふうに植物によっていろいろ光の要求量が変わりますので、こういうことも参考にしてください。ということで日当たりにいいところに移したからといってトマトが赤くなるわけではありませんので、その点覚えておいてください。ということでトマトが赤くなるというのはこれから温度が上がって時間が経てば赤くなるということなので、じっくり待っていただければいいかと思います。それよりもトマトの実の成長をしっかりとキープさせることが重要です。実が落ちてしまったり病気になってしまったりでは元も子もありません。ではこの7月以降注意していただくことを何点かご紹介します。1つ目は病気対策です。病気対策で一番重要なのは下葉のカットです。病気は葉が地面についていることや通気性が悪いということが原因になります。こちらのトマトの葉をご覧ください。下葉の方がだいぶ弱って枯れてきております。
これは病気とかではなくて気温の変化などで自然に枯れてきているものです。このように下葉は地面に触れるようぐらいどんどん垂れ下がってきます。こういったものはカットしていきましょう。ではやってみます。このように株元がすっきりしました。で、風通しも良くなり病気になる可能性も減ってきています。こういう整理をしてあげてください。全部下葉を取ればいいというわけではありません。下葉のカットをする場合、注意していただきたいのは、上に十分な葉が残っていない場合、下葉をカットすると光合成ができなくなって株が弱ってしまうということもありますので、十分注意してください。今この場合、第一花房の下から1枚2枚3枚4枚5枚残っています。その後順繰りに葉がついていますので、この程度であれば問題ないと思います。これを第一花房まで取ってしまうと、残った葉は1枚2枚3枚4枚5枚、あとは育ってきますけれども、その程度になりますので、これでは光合成不足になります。したがってこの程度はやはり残していただきたいということです。注意してください。続いては実を落とさずに誘引をしていくということです。この時期になりますとトマトの花房がどんどんついていきます。すると通常に誘引しますと花房と支柱が触れてしまうようなことになることもあります。これを防ぐということが非常に大切です。これをご覧ください。このまま誘引しますとこの花房が支柱に触れてしまいます。ではどうやればいいんでしょうか。一つやり方を実際にやってみます。こちらに刃がありますから、この刃をこちらに回します。するとこの花房はこちらを向きます。で、この状態で誘引をしますと、こちらの花房は支柱の外に出ますから、でこれで実が支柱に触れることなくすくすくと育ってくれます。このように刃を利用して癖をつけるということも重要です。刃を使いながら枝を移動させるというようなことをやってみてください。特にこの作業はこれからの時期とても大切です。例えば台風や大雨で強風の時、せっかくできた花房が支柱とぶつかって落ちてしまうこともあります。そのために花房が支柱と同じ方向にならないように調整しながら誘引をしてください。それではご質問に返信させていただきます。こちらのトマトの実割れをさせない対策についてコメントをいただきました。周りに水をやりすぎるとうどんこ病や疫病になりやすくなりませんか、というコメントです。確かに湿気が多くなるとうどんこ病の発生しやすくなる状況にはなります。ですから下葉のカットや畝の上の整理をしてできるだけ風通しを良くして対策をしてください。実割れについてこの水やりのやり方をご紹介しましたので、根腐れ等の防止にもなると思いますから、このやり方が一番いいかと思います。今日はトマトの実を赤くする方法をご紹介しました。赤くするためにはトマトを健康にしっかりお世話することが大切です。特効薬はありませんので、日々のお世話頑張ってみてください。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた。